トークトークイルボの日本語。節分の豆、日本昔話。昔々あるところにお父さんと3人の娘が住んでいました。ある年、とても日照りが続いて田んぼがカラカラになってしまいました。それでお父さんは大変困って、誰でもいいから雨を降らせてくれたら、わしの娘を嫁にやろうと言いました。それを聞いた鬼がお父さんの家にやってきて、雨を降らせたら本当に娘を嫁にくれるのかと尋ねました。お父さんがいいともいいともと言ったら、鬼は太鼓をトン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 と叩きながら踊り始めました。すると今まで雲一つなかった空に突然雨が降り出しました。それでお父さんは困りました。鬼との約束をまだ娘たちに言っていなかったのです。そしたら鬼が来て、早く娘を嫁にくれと言いました。仕方がないので上の娘にそのことを言ったら、鬼のところへお嫁に行くのは嫌よと言いました。今度は真ん中の娘に聞いたら、真ん中の娘も鬼のところへお嫁に行くのは嫌よと言い、最後に一番下の娘に言いました。一番下の娘は高校娘だったので、私がお嫁に行きましょうと言って、一袋の菜種を持って行く道にそれを巻きながら鬼のところへ行きました。はじめは鬼といるのも我慢できたが、どうしても耐えれなくなり、家を抜け出して道にまいた菜種の花を頼りに家へ戻りました。家へ戻るとお父さんがいろり端で豆を言っていました。そこへ鬼が追いかけてきて、わしの嫁さんを返せと言って家に入ってきたので、お父さんは今言ったばかりの黒豆を鬼に投げつけました。すると鬼は痛いので外へ飛び出しました。お父さんは鬼に、今度この豆に芽が出たらお前に娘をやろうと言いました。それで鬼はその豆を拾っていなくなりました。けれどその豆は言っているので、いつまでたっても芽が出ません。結局鬼はずっと娘を嫁にもらえませんでした。こういうわけで節分には豆をまくようになったそうです。おしまい。節分の豆、日本昔話。昔々あるところにお父さんと3人の娘が住んでいました。ある年、とても日照りが続いて田んぼがカラカラになってしまいました。それでお父さんは大変困って、誰でもいいから雨を降らせてくれたら、わしの娘を嫁にやろうと言いました。それを聞いた鬼がお父さんの家にやってきて、雨を降らせたら本当に娘を嫁にくれるのかと尋ねました。お父さんがいいともいいともと言ったら、鬼は太鼓をトン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 と叩きながら踊り始めました。すると今まで雲一つなかった空に突然雨が降り出しました。それでお父さんは困りました。鬼との約束をまだ娘たちに言っていなかったのです。そしたら鬼が来て、早く娘を嫁にくれと言いました。仕方がないので上の娘にそのことを言ったら、鬼のところへお嫁に行くのは嫌よと言いました。今度は真ん中の娘に聞いたら、真ん中の娘も鬼のところへお嫁に行くのは嫌よと言い、最後に一番下の娘に言いました。一番下の娘は高校娘だったので、私がお嫁に行きましょうと言って、一袋の菜種を持って行く道にそれを巻きながら
鬼のところへ行きました。はじめは鬼といるのも我慢できたが、どうしても耐えれなくなり、家を抜け出して道にまいた菜種の花を頼りに家へ戻りました。家へ戻ると、お父さんがいろり端で豆をいっていました。そこへ鬼が追いかけてきて、わしの嫁さんを返せと言って家に入ってきたので、お父さんは今言ったばかりの黒豆を鬼に投げつけました。すると鬼は痛いので外へ飛び出しました。お父さんは鬼に、今度この豆に芽が出たらお前に娘をやろうと言いました。それで鬼はその豆を拾っていなくなりました。けれどその豆は言っているので、いつまでたっても芽が出ません。結局鬼はずっと娘を嫁にもらえませんでした。こういうわけで節分には豆をまくようになったそうです。おしまい。節分の豆、日本昔話。昔々あるところにお父さんと3人の娘が住んでいました。ある年、とても日照りが続いて、田んぼがカラカラになってしまいました。それでお父さんは大変困って、誰でもいいから雨を降らせてくれたら、わしの娘を嫁にやろうと言いました。それを聞いた鬼がお父さんの家にやってきて、雨を降らせたら本当に娘を嫁にくれるのかと尋ねました。お父さんがいいともいいともと言ったら、鬼は太鼓をトン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 と叩きながら踊り始めました。すると、今まで雲一つなかった空に突然雨が降り出しました。それでお父さんは困りました。鬼との約束をまだ娘たちに言っていなかったのです。そしたら鬼が来て、早く娘を嫁にくれと言いました。仕方がないので、上の娘にそのことを言ったら、鬼のところへお嫁に行くのは嫌よと言いました。今度は真ん中の娘に聞いたら、真ん中の娘も鬼のところへお嫁に行くのは嫌よと言い、最後に一番下の娘に言いました。一番下の娘は高校娘だったので、私がお嫁に行きましょうと言って、一袋の菜種を持って行く道にそれを巻きながら鬼のところへ行きました。はじめは鬼といるのも我慢できたが、どうしても耐えれなくなり、家を抜け出して道にまいた菜種の花を頼りに家へ戻りました。家へ戻ると、お父さんがいろり端で豆をいっていました。そこへ鬼が追いかけてきて、わしの嫁さんを返せと言って家に入ってきたので、お父さんは今言ったばかりの黒豆を鬼に投げつけました。すると鬼は痛いので外へ飛び出しました。お父さんは鬼に、今度この豆に芽が出たらお前に娘をやろうと言いました。それで鬼はその豆を拾っていなくなりました。けれどその豆は言っているので、いつまでたっても芽が出ません。結局鬼はずっと娘を嫁にもらえませんでした。こういうわけで節分には豆をまくようになったそうです。おしまい。最後まで視聴してくださりありがとうございました。日本語の勉強に少しでも役に立ったなら、いいね、좋아요、チャンネル登録、구독よろしくお願いします。잘 부탁드립니다。